サブース、皆さん、こんにちは。ドイツガイドの萩原です。今日僕はですね、ドイツ中部のトゥーリンゲン州の町アイゼナハにね、やってきました。人口ね、約4万人のね、アイゼナハ。日本ではね、あまり知られていないんですが、ドイツでね、一番重要な町の一つかもしれないということで、そのね、答えがこの目の前にある、この銅像ですよね。誰かというと、あの宗教改革者のマルティン・ルターになります。彼がね見上げてる方向にはあるお城があるんですが、じゃあ早速そのお城に行ってみましょう。アイゼナハンの街中からだいたい14、15分ぐらいですかね、バスに乗って、上がってきました。ちょっとね、冬なので木々が枯れてしまって景色はちょっと寂しいんですが、それを補ってくれる素晴らしい建物が僕の目の前にね、あります。この赤い大石館のね、上に立っているのが、このバルトブルグ城ですね。バルトブルク。伝説によると、約1000年前に、ルートヴィヒ跳躍王ってですね、飛ぶという王様がこの辺りで狩りをしていたらしいんですね。その時にこの景色を見て、ここね、見通しが良い、戦略的にもね、有利であろうということで、彼は、その跳躍王は、待つんだ山よ。そして、あなたは私にお城をね、持ってきてくれるだろうと、叫んだ。バルテということでね、待ってくれ。バルトブルク。もしかしたらその待ってくれ、バルトブルク。お城っていうところから付けられた。もしくはバルテっていうのは警備とかね、万人という意味もあるので、その見通しが良いっていうね、場所、意味で付けられたというふうに言われています。このお城は約1000年のね、歴史があるということで、石造りのね、歴史書ともね、呼ばれている。1999年に世界遺産にね、ユネスコ世界遺産に登録されたということで、歴史的にドイツの歴史で最も重要なお城の一つということで、ちょっとどんな歴史があるのかね、早速中に入ってみましょう。まず先に見えるのがこのトアハウスですね。1500年頃のこれ木製の跳ね橋と門と、ドイツに現存する今でも機能している数少ない跳ね橋、4トンも重さがあるらしいんですよね。上に持ち上げるだけでも大変な跳ね橋ということで、3つ門がある。北門、中門、そして奥にこの南門。見てください、この大きな門。すごいですね。中世の時代の門が今でも残っているということで、そして今ここにいるのはフォアブルクですね。最初の中庭になっています。そして奥に塔が見えますか？ベルクフリード。塔ですね。防衛と最後の避難所として使われていた塔。ただ19世紀に修復とかね、改築されたものなんですよね。ネース・デ・アペー、ナチスの時代に黄金の十字架、一時的にね、ハーケンクロイツが飾られていた、置き換えられたということなんですが、この住民の反対にあって数日だけ取り付けられたということなんですが、このお城自体は大体1000年の歴史と言ったんですが、建築期間としては5つぐらい分かれている。複合施設になってるわけですね。主に19世紀とか、すごいやけに白い鳩があんなところにたくさん。不思議ですね。なんでだろう。19世紀に修復とか改築された部分が大きいんですが、ここディルニッツなので昔の武器庫ですね。今は博物館というか、その博物館に入るためのチケットセンター、インフォメーションに、ね、なっています。いいですね。お城を伝う木がなんともメルヘンチックで
このフォアブルク、抜けると本丸があるホーフブルク、トアハル、第二中庭のここ入り口に、ね、なります。入ってきました。ここも結構開けてますね。奥に見えるガデムは昔のゲストハウスとして使われていたんですが、今はおトイレとね、カフェになっています。そしてこちら、この左に見えるのがアルプス以北で最も保存状態の良いパレス。1157から1162年に建てられたロマネスク様式ということで、最もここがバルトブルクで重要な場所になっているんですよね。これ見えるのがグローセチステルネ。大きな井戸ですね。12世紀に作られた雨水を貯めるための水槽。ここバルトブルクには地下水を利用できる専用の井戸がないので、雨水を集めて料理とか洗濯掃除に使われたということで、約8メートルの深さがあって、約1000個分のね、浴槽に相当しているということで、砂利によるフィルターがあったので、比較的水はね、綺麗だったらしいんですよね。今、防火用としてね、貯められていると。でこちら側に見えるのがズートトゥルム、南東ですね。14世紀に建てられたものなんですが、高さ22メートル、壁は約 2.4 メートル厚さあるということで、この下の部分は昔、牢屋としてもね、使われていたんですよね。この通りも一つエピソードがあって、第二次世界大戦中に、このね、お城も砲撃を受けたんですが、チェプファー夫人という人がお城を守るために、シーツなどを上の方にここに上がって掲げたらしいんですよね。それによってそのアメリカ軍がここには危険人物がいないだろうということで、お城は破壊から免れたということで、じゃあ早速このロマネスク様式の美しい本丸に入ってみましょう。バルトブルク城のね、中に入ってきました。ここあたりはですね、バルトブルクの簡単な歴史とか、模型があるんですが、ここから見学スタートということで、狭い階段ですね、上がっていくと、今最初にたどり着いたのは、ここはリッターザールですね。騎士の間というふうに言われています。一体どういうね、部屋として使われていたかっていうのは定かではないんですが、どうやら、その騎士たちが宿泊していた、泊まっていた、滞在していたお部屋らしいんですよね。とてもすごい質素な作りで、分厚い壁にね、四方が囲まれていて、この交差ボールトってね、アーチ天井がロマネスク様式、典型的な天井していますし、そしてこの天井をね、支えているこの太いこの柱、ずんぐりとした柱には権力とね、制圧を意味する和紙のね、彫刻が施されています。まさにこの赤い礫岩というかね、堆積岩、岩の上に建てられたっていうのが分かりますよね。ここからじゃあまた次のお部屋に行ってみましょう。ここはシュパイズザールですね。食堂の間っていうふうにね、言われているんですが、まずね、目に飛び込むのが、カミンですよね。冬こういう寒い時はですね、ああいうところで暖炉で火をつけて温めて、そしてここにはね、テーブルはありますけど、昔はここにオイルランプとかね、動物の油を使ったランプで日が暮れると、この部屋を灯していたということなんですが、今さっき見たね、リッターザールに比べると、少し居心地が良さそうな作りですよね。このアイヘンホルツっていうんですか、オーク材の天井も少しとても印象的なんですが、あと少し気になるのが、例えばこのチェストっていうんですかね。
昔はこういうこのチェストの中にトゥルーエっていうんですかね、中に貴重品だったりとか、文書であったりとか、食べ物であったりとか、家庭用品、そういったものをね、入れていたんですね。近世になると、チェストから今度は、シュランクって何ですかね、キャビネットにね、変わるということで、奥に見えるこの棚は何ですか、味噌とかそういった製具などをね、入れていたということなんですよね。食堂の間ということで、昔、一体どういうものがね、食べられていたかということなんですが、豆であったりとか、パンも食べていましたし、リンゴ、ナッツ、キノコ、お肉もね、もちろん食べていました。豚肉もそうですし、牛肉、あと王侯貴族の人はね、狩りがね、大好きだったので、ジビエですか、そういうものをすべて、目ん玉から足の下までね、すべて昔は基本的に食べていたということで、飲み物はね、ビールであったりとか、メットっていうんですか、蜂蜜と水を混ぜたもの、ワインなどもね、飲んでいたということで、器もね、王侯貴族の人であれば、青銅とかね、錫の、あと銀のね、器をね、使っていました。次に入ってきたお部屋はエリザベーテン・ケムナーテっていうですね、お部屋。ケムナーテっていうのは、ラテン語でカンミナータ、暖炉があるお部屋ということなんですよね。角に大きな暖炉があります。ただこのお部屋はどうやら、女性がね、使っていたお部屋ということなんですが、さっきのリッター・ザールにね、構造は似ているんですが、この豊かな天井とか壁にあしらわれた黄金のモザイクが目を引きますよね。これはその中世の時代のものではなくて、20世紀ドイツ最後の皇帝であるヴェルヘルム2世が、このね、お城を修復した叔父のカール・アレクサンダーにプレゼントしたものということなんですよね。壁にはその聖エリザベートのね、関する、伝説が描かれているということで、エリザベートに関してはね、またちょっと別のお部屋にご紹介しようかなと思います。螺旋階段を上がってですね、日本でいう2階になるんですが、このお部屋、とてもね、白塗りの壁に、とてもシンプルな作りということで、ここはカペルですね、礼拝堂に、ね、なっています。特にですね、注目すべきところ、特にね、大きな装飾はないんですが、例えば見てください。この12世紀の作られた、この二重の中東カピテールというんですか、ところに、善とですね、この悪の永遠の戦いが、ここに刻まれている。そしてもう一つ、奥に壁画が残ってるんですね。14世紀のあそこに十二使徒がの中の6人、聖ペテロのね、真ん中に描かれています。礼拝堂自体は19世紀に再建されたものなんですが、今でもコンサートとかですね、あそこにオルガンがあるので、夏にそういったイベントがね、開催されています。ここはですね、エリザベーテンギャラリーになります。さっきエリザベーテンケムナーテってね、エリザベートのモザイクを皆さんにご紹介したんですが、実はエリザベート、聖エリザベートってのはハンガリー王の、ね、娘で、1207年から1231年まで生きた女性で、彼女はここマルトブルクに嫁いできたんですね。ルートヴィヒ4世という方と結婚して、その後彼女はね、カトリックでとても熱い信仰で、病気の人々とかですね、困った人々を助け、慈善事業をたくさんした女性ということで、若くして亡くなったんですが、聖人に召されて、すごく人気のある、崇敬された女性ということで、
その彼女に関する伝説とか行った事業、ここにはね、彼女がその若くして亡くなった時の絵画がね、描かれていて、このメダリオンのところに人々をね、癒している場面が描かれています。ここはですね、ゼンガーザールですね、歌人の間に、なります。お城の中、そしてドイツにとってね、最も重要な場所でもと言ってもね、いいかもしれません。13世紀ですね、この城主であった伯爵ヘルマン一世というね、人がすごく音楽とね、歌が大好きだったんですが、その時に彼はバルター・フォン・ダー・フォーゲルバイテとかボルフラム・フォン・エッシャンバッハといった有名なね、吟遊詩人を呼んで互いに競い合う歌合戦、1206年から1207年と言われているんですが、開催された。その歌合戦の様子がここにこの画家モーリッツ・フォン・シュビントというね、人が描いた絵画でね、描かれている。当時はね、生と死を分けるすごく過酷な戦いだったということなんですが、この歌合戦を題材にしてリチャルド・ワーグナーはタンホイザーってね書きましたし、あと彼は他にもパルジファル、パルジファルはボルフラム・エッシェンバッハの叙事詩をねモデルにしたオペラも作曲したということで、そのねパルジファルの一部もここで描かれたということで、吟遊詩人のこの棚がね、美しい棚が見えますが、まさにここは19世紀に小説家とか画家とか音楽家にね、多くのねインスピレーションを与えた、ドイツ文化のね発祥の地とも言えるんですよね。ゲーテもここをね5週間滞在した時に、私を苦痛と息苦しさから立ち直らせ栄光をもたらしました。公爵が私を立ち上がらせてくれたのですということでね、そのバルトブルクに大きく感銘を受けたということなんですよね。ここに横に見えるのはゼンガーラウェ、横にはここにね柱とそんなアーチで区切られた、歌人の東屋ですね。その中世の歌人とか詩人が歌を、披露する舞台として、これは19世紀にね作られたものということで、ただ今でもここはですねワーグナーのオペラがね上演されています。ここはですねランドグラーフェンツィンマーに、なります。謁見のお部屋、もしくは法廷としてもね使われていたということなんですが、これまでにですね壁画をたくさん見てきたと思うんですよね。今さっき見た歌合戦の絵画もそうなんですが、ここに描かれている絵画も全てそのモーリッツ・フォン・シュビントというね画家が描いたものなんですが、19世紀の画家、彼はですね神話とかおとぎ話とか伝承をね描かせたらピカイチということで、僕も大好きな画家なんですが、例えばディズニーアニメーション、ウォルト・ディズニーがヨーロッパに来た時に彼のこういった壁画とか挿絵を持ち帰ってディズニーアニメーションに生かしたというふうにね言われていますし、ロード・オブ・ザ・リングで有名なピーター・ジャクソンも彼の絵が好きだというふうに、聞いたことがあります。なのでとてもユニークに描く、そしてユーモアあふれる絵画でおなじみのモーリッツ・フォン・シュビント、ここにはそのバルトブルクのね伝説が描かれているということじゃ、また次のお部屋に行きましょう。次は最後のお部屋、フェストザールにねやってきました。見てください、この美しい豪華な祝宴の間ということで、壁にはタペストリーとかね彫刻がね、うわー見てください、ホールを飾っています。このお城はですね文化的な出来事だけではなくてね、歴史的な出来事も起きているんですよね。それを
物語っているのが、この旗ですね。これはドイツのですね、イエナ大学にある学友会の旗になります。時は19世紀、ドイツがですね、ナポレオンによって支配され、そしてナポレオンのね、支配が終わっても、ドイツは小さい国の都市とかのね、連合体にとどまっていたということなので、そのドイツという国はまだ統一されていなかったわけですね。そのため、愛国心、祖国愛が高まってドイツを統一しようという動きが起きました。そしてナポレオン解放戦争から4周年、宗教改革の300周年を記念して、ドイツ、その学友会がね、集まって、ドイツ統一、自由と正義を求め、このバルトブルク城に集まったと。ということで、この旗、黒と赤と金というのは、この現在のドイツ国旗の元になっているわけなんですよね。そしてこの台形のね、形をした格調高い木張りの格子の天井は、有名な作曲家のフランツ・リストが音響ね、こっちの方がいいですよっていうことを提案したらしいんですよね。彼はお城の創建800周年を記念してオラトリオ聖エリザベートのね、伝説を披露しているということなんですよね。現在でもコンサートとかね、演劇が開催されています。そしてもう一つ、ここのお部屋、皆さんなんか見たことあるってね、方も思われたかもしれないんですが、そう、実はここ1867年、ルートヴィヒ2世が訪れているんですよね。このお部屋を見て感激したルートヴィヒ2世は、自分のノイシュバンシュタイン城のゼンガーザールにね、コピーした。ここをだからモチーフにした。ここをモデルにしたということなんですよね。まさに中世と雰囲気がね、19世紀に再現したという雰囲気も素晴らしいですね。実はですね、この建物の中にはマルティン・ルターが滞在していたんですね。彼はね、カトリックをね、腐敗しているってことを嘆いて、糾弾したんですが、それによって教皇はですね、彼を破門にしてですね、帝国アハタ刑という追放刑をね、言い渡したんですね。いつ誰からね、暗殺されてもおかしくない状況だったということで、そこで助けたのがザクセン選定公爵のね、フリードリヒという人。彼はね、ルターをかくまうためにバルトブルクで、ルターに見せかけの襲撃をさせた後、1521年の5月の8日の夕方にね、お城に連れて行ったということで、まさにここで1521年5月の4日から1522年3月の1日ね、マルティン・ルターがここ生活していて、新約聖書をギリシャ語からね、わずか10週間という短期間でドイツ語に翻訳したということで、それによって多くの人がね、聖書を読んで理解ができるようになったと。それはプロテスタントの信仰とね、ドイツ語の標準化のね、基礎を築いたということで、彼はここで他にも修道院の誓いについてとか、大衆の虐待についてといったね、13の論文を書いて、ルターにとってもね、きっと思い出深い場所だったりね、違いない。ということで、彼の思想は芸術家、例えばデューラーにもね、影響を与えて、デューラーはそれ以後ね、聖性を否定して聖母像をね、ほとんど描かなくなったということで、まさにドイツ史にとってもここはすごくね、重要な場所になっています。お城のね、中いかがでしたでしょうか。ちょっとですね、そのガイディングの後ろについていきながら、最後、人がいなくなった時に、パッとこうね、撮るっていう感じだったので、1回しかチャンスがなくてですね、ちょっと皆さんに、ちゃんとうまく説明できたかなと、早口すぎて、かつ何を言ってるかよく分かんなかった部分もあるかと思うんですが、ちょっと、そういった背景があって、ご容赦いただけるとありがたいんですが、じゃあまた、バスに乗って街に戻りましょう。
アイゼナハの街中にね、戻ってきました。バルトブルク城の最後にルター・シュトゥーベってルターがね、かくまわれていたお部屋を見たと思うんですが、実はルターはアイゼナハには学生時代過ごしていたんですね。3年間、1498年から戦国1年、この木組みの家で過ごしていたということで、ルターとアイゼナハは深いね、関係性があるんですね。アイゼナハのマルクト広場にね、やってきました。ルターね、ゆかりの場所でもあるんですが、このアイゼナハは他にもすごく有名な人物が生まれた場所でもある。日本人の方でも必ず聞いたことがある人がね、生まれたということで、じゃあちょっとその成果に行ってみましょう。それがこの銅像の人物、ヨハン・セバスチャン・バッハですね。彼はですね、1685年3月21日に黄色いね、建物で生まれて、10年間ね、過ごしました。現在はバッハ博物館ということで中ね、見学することができるんで、ちょっと中入ってみましょう。ということでね、いかがでしたでしょうか。アイゼナハのバルトブルクとあとバッハハウス、結構ね、見どころがある街
ということで、最後にカフェにやってきました。カフェ、リューハイムだったから見てください。こういうバッハ、デザア、なんかあと、豚デザアもあって、なんかバームクーヘンのお菓子もあるので、いただこうかなと思います。こんな感じで、いただきます。ビターのチョコの下に、なんか、ジャムが挟んであるバームクーヘン。ちょっと手で汚いですけど、あんずかな。フォロフォロってこう溶けるような感じ。甘さもちょうどよく、美味しい。ミュンヘンからでも行けなくはないんですけど、日帰り3時間。なのでやっぱフランクフルトから IC だと1時間50分くらいなので、エアフルト行く途中とかライプツィヒとかベルリン、ドレスデン行く間にね、アイズに入ってみると、すごく面白いかなと思います。ということで、また次回の、ね、動画でお会いしましょう。チュース